狂気はタイムを変えるお絵描きタイムアタック。始まるよ。お世話になっております。ステンと申します。今回は2025年8月9日から開催されていたリアルタイムアタックイベント RTA in Japan のファンアートを描いた時の記録になります。今回はしっかりと案出しから記録しております。ご安心ください。なんたって2度再送いたしましたので。顔がうまくいかなかったんです。まあでも今まで描いてきた RTA ちゃんの中では最も理想に近い形に近づけられたので、結果的に良かったと思います。背景部分に全出走作品のキャラクターや奏者の方117人描くので、まずはメインの RTA ちゃんを完成させます。 RTA ちゃん部分は7時間ほどで描きたいですね。そういえば RTA ちゃんと R ちゃんを含めると最終的な人数は119人になります。さすがにこの2人含めて6時間は厳しいですね。頑張ればできるのかな。手のポーズを決めます。実はこのポーズ、小脇に R ちゃんを抱くことで RIJ になるんですよね。このアイデアだけ頭の片隅にありました。どうしてもこれが描きたくて、ただ実際描いてみると思ったような形に見えないですね。再現した時はうまくいったんですが、現実の人間とは比率が違うので普通に計算ミスですね。一応 J になる方の手は意図的に大きく描いています。人体的にはおかしくなっていると思うんですけどね、ハンドサインを優先したかったので違和感ありすぎない程度に思い切って崩しています。それから今回は新たな試みとして印象値の優先を行っています。多分理屈的には違うけど、なんかいい感じの感覚を大事にして進める形ですね。なので顔は左右反転すれば歪んでいますし、手はデッサンおかしくなっています。心の中の声、やかましい、お前の撃破でタイムアタックするぞ。この試み現在 4,5 回挑戦して全て撃沈しているので、今回こそ成功させたいですね。線画の際迷わないようにしっかりシルエットと構造を理解しながら形をとります。前回ひどい目に遭いましたからね。境界国家を使うやり方は1回目のお絵描きタイムアタックと大体一緒ですね。さてカラーラフを進めていきます。下地が灰色なのでオーバーレイで色をのせています。ちょうどオーバーレイが乗りやすい 50% ぐらいの灰色ですからね。昔グリザイユの方を研究していた時にこの辺りの感覚をつかみました。しかし私の色彩感覚だとどうしてもグリザイユの良さを引き出せなかったので、現在はカラーラフに使用する程度になっています。珍しく背景ラフも同時に行っていますね。失敗経験が活かせています。点々地位でも起きるのかな。顔部分は力を入れたかったので安定をとって2度目の下書きを行います。一応バランスを調整します。耳の高さだけちょっとだけなんで。あかんの丸戻れ。結局元の顔に戻しました。一瞬でしたがバランスが整っていた方の顔は情緒が乗っていませんでしたね。表情が整いすぎると非合っぽい顔になってしまいます。私はバランスを取るのに必死で毎回情緒を込めるところにまで到達できていません。顔と表情やはり苦手です。まあ何かコツはつかめそうな感じがしたので今後も試行錯誤していきます。今回の線画では有名な配布ツールの可視ペンを使用しています。ポップでコミカルな印象にしたいときはこのペンを使うことが多いです。かすれ具合がちょうどいいんですよね。今回も手は写真を見ながら描いています。妙に手が生々しいときは写真を参考にしているときですね。ちなみに横着しているときは関節がヘニョヘニョしています。袖部分はシースルー素材なので重なっている部分も丁寧に描いておきます。下塗りしてシルエットを見やすくします。線が多いと見間違いにつながることが多いので、かといって消すと後で修正した際に汚くなってしまうので、動かしそうな部分は見えない部分も基本描きます。まあ大体打足です。雑魚か。髪の毛ですが
普段は毛束を意識して描いていますが、デフォルメ色の強いキャラクターを描くときは塊を意識して描いています。FF とドラクエの 3D モデリングの違いみたいな感じでしょうか。今回はドラクエ側です。長いストロークが苦手なので、ツインテールは境界効果に逃げます。調子がいい時はフル9ですが、今回は力みすぎてて厳しそうですね。揺れたり震えたりした線です。このファンアートを描いた RTA in Japan についてですが、ゲームをどれだけ早くクリアできるかを競ったチャリティーイベントとなっております。実は今の活動のきっかけの一つでもあります。というのも、出場される奏者の方々が圧倒的熱量でゲームを愛していたり、プレイに対してストイックだったりするんですが、その熱に当てられて、私も何か来るんぐらいに突き詰めてみようと思い、今に至ります。やってることはお絵かきのハイスコアタイムアタックなんですけどね。プルーンぐらい好きなものがある人が発する情熱ってとんでもないパワーがありますね。身に染みて感じました。同時に私もいつかそうなりたいと思っています。私が初めて見た配信は2017年のスプラトゥーン RTA でした。それ以来ほぼ毎年追っています。R ちゃんの手入れをします。R ちゃんも今後動かしそうなので、見えないところまで描きます。このように移動させた時シルエットの確認がしやすくなります。さて、下塗りに入りました。カラーラフが完成しているので、カラーラフからスポイトしていきます。下地を緑に変えましたが、これは疲れ目対策です。目が疲れてくると、しんどいだけでなく、本来見えている色と違って見えたりすることがあります。そうなってしまうと、いくら色調補正しても色がバグったままで積みます。なので、この時点から対策します。長丁場になりそうですからね。真っ黒が妙に青く見えたり、白がピンクに見えたりしたらやばいサインです。体は替えが利かないので、大事にしていきましょう。下塗り若干がばりました。下地に白を使っていることを忘れていて、囲って塗るツールで塗ろうとしてましたね。原因わからなくて汗してんの、傍から見ると思ね。RTA ちゃんの本彩色です。こちらもカラーラフに沿って進めていきます。やっぱカラーラフがあると迷わなくていいですね。ただ、カラーラフをブリザイユで着色したので、スポイトした色より少し鮮やかな色を選択して塗っていきます。目の塗りはあまりボケ足の強いブラシを使わずにパキッと塗っていきます。ボスカイっぽい感じにしていく予定です。目の中のサブカラーですが、ピンクとイエローを選択しました。ポップな色合いにしたいときはシアン、マゼンタ、イエローで構成することが多いです。過保混色した際、白と隣り合った色なので光を感じやすいです。というのは付け焼き場の知識でして、ぶっちゃけフィーリングです。なんか良さそうだから入れました。お絵かきにおけるこういう知識って後付けなことが多いと思っています。私はなんかうまくいった、なんでだろうに無理やり理由をつけているので、まあ再現性あったらくねくねせずに毎回書き上げてんだよな。強い影を入れる基準は注目させたい物体の真下とコントラストが弱い部分ですね。なんかパッとしないなと思ったら、隣接している色を同じコントラストにしないという法則を適用してみることが多いです。首の下にドカッと影を入れたら、なんか顔の印象が良くなるあれです。髪の立体感を確認したかったのでハイライトを入れました。明るい髪色だとハイライトが目立ちにくいので、ハイライトの下に定山を仕込むことが多いです。これもコントラストの法則ですね。RTA ちゃんの服はエナメルっぽい素材を意識して着彩しています。なので反射をできるだけ強めに入れてパキッとハイライトを置いています。白いエナメルってテカテカ感が出しにくくて表現が苦手だったのですが、下地の色を若干暗くするとハイライトが入れられることに気づいて光沢感を出せるようになりました。
白ってほんまに200色あんねんな。前髪の影部分が分かりやすいですが、私は形を捉えやすくするための嘘の影を多用します。前髪は多分こんな影にはならないのですが、顔面の範囲を強調するために髪の下の輪郭に沿った影をつけています。私はよく後頭部が消失した素体を描きがちなので、この方法に頼らないと立体が安定しません。変な素体になってクソでかい顔面を生み出してしまう原因、顔のあたりのど真ん中に目を描きがちだからだと思うんですが、何度矯正しても治ってません。後頭部ない。後ろの髪の毛は大まかな影だけつけて前後がわかるようにします。目を細めてみるとコントラストの確認がしやすくなるので、時折キャンバスから離れて確認します。モノクロにして確認する方法もありますが、ちょこっと確認するだけならこっちの方が手っ取り早いです。なんとそろそろ RTA ちゃんが完成します。なんか私にしては早いですね。レギュレーション違反か。おそらく構図が第1回目のお絵かき TA と似ていて、なおかつカラーラフも終わらせているからなんでしょうが、これ目標タイム目指せそうですね。毎回こうだったらいいのに。背景はまた別でタイムを計測するので、作業時間を一旦リセットします。2024年冬の背景は5時間ほどで描き終わったので、目標は6時間です。この規則のメリットですが、自分の正しい作業時間が把握できるようになって、スケジュール管理がしやすくなりました。いけるよとトピックってとんでもスケジュールにすることが多かったもので、このまま手が早くなれば余った時間で完成度を高められるので、さらにタイム短縮できるよう目指していきたいですね。それでは背景に移ります。採用ゲームタイトルは102作品です。リロード。まず大まかな当たりを取っていきます。背景部分はほぼ下書きなしで進めていくので、とりあえずどこにどのタイトルが入るか決めていっています。大体はスケジュール順に配置しています。あとはジャンル別で配置していたりしますね。スケジュール発表の際に大体どんなゲームがあるか事前に調べたりするので、同時進行で資料集めも行いました。今回このファンアートを描いたところ、出走された奏者の方々にたくさん見ていただけて大変光栄に存じました。やっぱり自分の絵が誰かに届いた時が一番嬉しいですね。構図上遠くに配置せざるを得ないタイトルが潰れてしまって本当に悔しいので、次回はその部分の対策をしていきます。最初グリザイユで進めようとして余計に潰れそうになったのでやめました。というか最初の方針でコミック調のポップなイラストと決めたのに忘れてたんですかね。この描き方ですが、いつの間に交換日記やミーバースで描いていた時の経験が生かされていますね。懐かしいな。この話はやめましょう。私は日向井雄二先生の絵が大好きで、昔からよく模写をしていました。なのでこのようなミニキャラを詰め込んだ絵を描く際は今でも影響が色濃く出ています。先生が担当された作品は今回の出走タイトル内にもある世界樹の迷宮などがありますね。初めて絵を見た時、キャラクターをこんなに生き生き描けるなんてと衝撃が走ったことを覚えています。それ以来取りつかれたように絵の研究に没頭しました。今もお絵描きする前のドローイングとして日向井先生の絵の模写を挟むことがありますが、本当にあの領域には届きそうになりません。基本 RTA を見るときは自分の好きなゲームやよくプレイしたゲームから見始め、その後色物枠を探して回ることが多いです。知らないゲームだったけど見てみると実はとんでもないゲームだったみたいなことがあるので、その2人の出会いも楽しんでいるところはあります。バービーとかね。絵として切り取る場面、毎回迷ってしまうんですよね。自分が面白いと思った部分を切り取ったとしても、それを表現できる技量が足りず、なんかよくわからない感じになってしまうことが非常にもどかしいです。
力が欲しいよう頑張ります。このような一発書きっぽい絵を描く際はとにかく完成イメージを強く想像して描きます。なんというか頭の中の絵を模写するといった表現が近いですかね。これラフや案だしよくわかんなくてくねくねしてる時の解決策になることもあります。あ、ちなみにこの方法は煩悩に負けやすいです。除夜の鐘も私の前ではほぼ無力。ほんまに僧侶になった方がええかもしれん。さて、おとりの FF102 のユーナを書いていきます。エンディングでつい泣いてしまいました。いろいろもろくて。今回は左上に現在書いている出走タイトルを表示しています。RIJ 公式 YouTube にアーカイブが上がってますので、ぜひ見てみてくださいね。少しでも見やすくなるよう、白抜けを行ってから RTA ちゃんと合成します。本当にすいません。完成してからアメリカ横断ウルトラクイズとレイディアントシルバーガン、アーネスト・エヴァンス、ロックマンダッシュの書き忘れに気づき、書き足しています。これは私の歌りの汚さが原因です。面目ないです。他のフォーマットに掲載するときはこちらの修正版の方を上げていきます。ほんま今後このようなことがないようにします。こっちの書き方の方が見やすかったかもしれないですね。あどり RTA ちゃんと合成します。マスクを使ってうまいこと前後感を出していきます。配置イメージはマラソン大会のゴールです。こういうアイデアは連想ゲーム形式で思いつくことが多いですね。タイムアタック、走る、レース、ゴール、マラソンといった感じで書いている途中、脳内で一人マジカルバナナを行っています。まあ当初の方針から脱線してどっちらかる方が多いのでほどほどにですけどね。レシピ通りに作ればいいのに思いつきで味付けしてワイヤーにするあれです。心当たりがありすぎるな。線画の黒がきつすぎるのでどうにか抑えようとグラデーションマップをいじっています。理想の仕上がりはスパイダーバースみたいな感じなんですが、わかんない。この辺でやめておきます。あまりいじると視認性が悪くなりそうだったので。いつもならぶっ壊しているんですが、今回は背景に意味があるので調和を目指したいです。エフェクトつけましたが多すぎてごちゃごちゃしたのでやっぱ間引きます。画面の情報量でくねくねするのはもういつも通りですね。実家のような安心感。最終調整です。線画の太さを調整していきます。脳の筋肉をフル活用してゴリゴリ上から修正していきます。あわいやあ線画修正するクリスタの機能あるにはあるんですが融通が効かないので結局最後はゴリ押し修正になってしまいます。調整の小回りの利きやすさは手動にかなわないですね。機能を理解した上で頼るべきところは機能に頼り、そうでない部分は自力で何とかする。その選択を正しく行えるように理解を深めたいですね。文字を入れたかったですがどうしても背景とかぶって見えなくなってしまうタイトルがあったのでやめました。文字を入れなくても感情が伝わるイラストが描けるようになりたいですね。加工を終えたら完成です。保存したところでタイマーストップ。お疲れ様でした。完走した感想ですが珍しくあまり迷わずにホームランを打てたような気がします。感情をそのまま出力したところがあるのでそれがうまい具合に効いたんでしょうかね。国選かな。情報の伝え方にはまだ問題があるので今後も追求してまいりたいと思います。長い間お付き合いいただき誠にありがとうございました。グッドゲーム。